春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ターゲットを追跡し、追いつくと攻撃するような基本的な AI エネミーを作成します。AI エネミー、その1チェイスターゲット。実際に作ってみましょう。1、AI の準備。1の1、操作キャラクターの実装。操作キャラクターとなる BP プレイヤーを作成します。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダに複製します。名前を BP プレイヤーにします。ワールドセッティングパネル。デフォルトのコーンクラスを BP プレイヤーにします。1の2、AI エージェントの実装。AI エージェントである DPI エネミーを作成します。BP プレイヤーを複製します。名前を BPI エネミーベースにします。AI フォルダを作成します。BPI エネミーベースを AI フォルダに移動します。BPI エネミーベースを開きます。イベントグラフをすべて削除します。フォローカメラコンポーネントを削除します。カメラブームコンポーネントを削除します。操作キャラクターと区別できるようにします。メッシュを AI エネミー用のメッシュに変更します。アニメーションブループリントも AI エネミー用 ABP に変更します。今回メッシュは武器を装備しています。不用意に衝突しないように、メッシュをノーコリジョンにします。メッシュを選択します。詳細パネル、コリジョンプリセットをノーコリジョンにします。AI エネミーがプレイヤーのカメラに衝突しないようにします。カプセルコンポーネントを選択します。詳細パネル、コリジョンプリセットをカスタムにします。カメラをイグノアにします。コンパイルして保存します。レベルに DPI エネミーベースを配置します。1-3、AI コントローラーの作成と設定。AI 機能でキャラクターの制御、指示を担当する AI コントローラーを作成します。右クリック、ブループリントクラス、すべてのクラスで AI コントローラーを検索します。ピーツアークラウド AI コントローラーとグリッドパス AI コントローラーがあります。今回は、単に AI コントローラーを使用します。AI コントローラーを選択して、選択をクリックします。名前を AIC エネミーベースにします。BPI エネミーベースを開きます。詳細パネル、ポーン、AI コントローラークラスに、作成した AI コントローラー AIC エネミーベースを設定します。コンパイルして保存します。1-4、ナビメッシュバーンズボリュームの配置。ナビゲーションメッシュで、AI エージェントの移動エリアを指定します。アクタの配置パネルより、ナビメッシュバーンズボリュームをレベルにドラッグ&ドロップします。AI が移動する領域全体を覆います。1-5、ビヘイビアツリーの作成。AI 機能で行動のロジックを担当しているビヘイビアツリーを作成します。右クリック、AI、ビヘイビアツリー。名前を BPI エネミーベースにします。作成したビヘイビアツリーを AI コントローラーに設定します。AIC エネミーベースを開きます。イベントグラフに移動します。イベントビギンプレイノードとイベントティックノードは必要ないので削除します。イベントオンポゼスノードを配置します。イベントオンポゼスノードは、コントローラーがコーンを所有するときに呼び出されるイベントです。ランビヘイビアツリーノードを配置します。イベントオンポゼスノードにつなぎます。DT アセットピンに作成したビヘイビアツリー DTI エネミーベースを設定します。コンパイルして保存します。1-6、ブラックボードの作成と設定。ブラックボードを作成します。右クリック、AI、ブラックボードを選択します。名前を BBI エネミーベースにします。ブラックボードをビヘイビアツリーに設定します。ビヘイビアツリー BTI エネミーベースを開きます。詳細パネル、AI、ビヘイビアツリー、ブラックボードアセットに、作成したブラックボード BBI エネミーベースを設定します。ブラックボードが一つしかないときは、すでに設定されています。保存して閉じます。1-7、AI エージェント用とタスク用 BPI の作成と実装。AI エネミーに実装する BPI を作成します。右クリック、ブループリントインターフェース。名前を BPI エネミーにします。BPI エネミーを操作キャラクターに実装します。BPI エネミーベースファイルを開きます。クラス設定、実装インターフェース、追加のプルダウンメニューより、BPI エネミーを追加します。コンパイルして保存します。タスク用のブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント
ブルプリントインターフェース。名前を BTI タスクにします。2、追跡タスクの実装。AI エネミーがターゲットを追跡するタスクをビヘイビアツリーに実装します。2の1、タスクの追加。BTI エネミーベースを開きます。ルートノードよりシークエンスノードを配置します。シークエンスの名前をチェイスターゲットにします。シークエンスノードよりムーブ2タスクを配置します。2の2、ブラックボードキーの作成。ブラックボードに移動します。ブラックボードは異なるブループリント間で情報の受け渡しをキーという変数で行います。今回はムーブ2タスクにブラックボードのキーを通じてターゲットであるプレイヤーキャラクターを認識させます。移動先であるプレイヤーを指定するキーを作成します。新規キーよりオブジェクト型を作成します。名前をターゲットにします。詳細パネル、キータイプを展開します。基本クラスをアクターにします。一旦保存します。2の3、タスクとキーの紐付け。ビヘイビアツリーに移動します。ムーブ2タスクを選択します。詳細パネル、ブラックボードキーのプルダウンよりターゲットを選択します。アクセプタブルラディウスを150にします。移動先であるプレイヤーの150手前で止まるようになります。保存して閉じます。2の4、プレイヤーキャラクターとキーの紐付け。ブラックボードキーとタスク間は紐付いたので、ブラックボードのターゲットにプレイヤーキャラクターを紐付けます。AIC エネミーベースを開きます。マイブループリントパネル、歯車アイコンをクリック。継承した変数を表示を有効にします。変数、AI を展開します。変数ブラックボード、ゲットノードを配置します。変数ブラックボード、ゲットノードよりセットバリューアズオブジェクトノードを配置します。ランビヘイビアツリーノードにつなぎます。キーネームピンを右クリックして変数へ昇格します。一旦コンパイルします。デフォルト値、キーネームをターゲットにします。オブジェクトバリューピンよりゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。これでブラックボードキーのターゲットにプレイヤーキャラクターを設定できましたね。イベントオンポゼスノードはイベントビギンプレイノードより前に実行されます。この時点ではゲットプレイヤーキャラクターノードは操作キャラクターを認識していない可能性があります。ディレイノードをイベントオンポゼスノードのすぐ後に追加します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。AI エネミーがプレイヤーを追いかけてますね。3、攻撃タスクの実装。AI エネミーがプレイヤーに追いつくと攻撃するタスクを作成します。3の1、AI エネミーに攻撃機能を追加。AI エネミーに簡単な攻撃機能を追加します。DT エネミーベースを開きます。カスタムイベント EVI エネミーアタックを作成します。メッシュコンポーネントを配置します。メッシュコンポーネントよりプレイモンタージュノードを配置します。カスタムイベント EVI エネミーアタックにつなぎます。モンタージュツプレイにアニメーションモンタージュをセットします。コンパイルして保存します。3の2、攻撃タスクの作成。AI フォルダー内にタスクフォルダーを作成します。ビヘイビアツリーを開きます。上部メニューバーより新規タスク BT タスクブループリントベース。名前を BTTI エネミーアタックにします。イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。BTI エネミーベースのカスタムイベント EV アタックにつなぎたいので BTI エネミーベースに BTI 関数を追加します。BTTI エネミーアタックは一旦下に落とします。3の3、BTI 関数の追加とイベントの実装。攻撃開始。BTII エネミーを開きます。関数、新規関数を BTIFI エネミーアタックにします。インプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数名 BT タスク。タイプは BT タスクブループリントベース型にします。コンパイルして保存します。攻撃開始通知を送付します。BTTI エネミーアタックを開きます。エネミーなので攻撃直前に倒されるかもしれません。オブジェクトが有効かどうかを判断します。コントロールドポーンより is valid ノードを配置します。コントロールドポーンより BTIFI エネミーアタックメッセージノードを配置します。is valid ノードの is valid につなぎます。BT タスクピンよりセルフをつなぎます。BTTI エネミーアタックは一旦下に落とします。
攻撃開始通知を受け取ります。BTI エネミーベースを開きます。インターフェースに BTI FA エネミーアタックが追加されています。BTI FA エネミーアタックよりイベントを実装します。イベント BTI FA エネミーアタックノードが配置されます。カスタムイベント EVI エネミーアタックをつなぎます。BTI エネミーベースは一旦下に落とします。3の4。BTI を攻撃タスクに実装。攻撃終了。攻撃が終了したら BTTI エネミーアタックを終了したいので、攻撃が終了したことを知らせる BTI 関数を作成します。BTI タスクを開きます。関数、新規関数を BTIF フィニッシュ A エネミーアタックにします。コンパイルして保存します。タスク用の BTI をタスクに実装します。BTTI エネミーアタックファイルを開きます。クラス設定、実装インターフェース、追加のプルダウンメニューより BTI タスクを追加します。コンパイルして保存します。攻撃終了通知を送付します。BTI エネミーベースを開きます。プレイモンタージュノードのオンコンプリーティッドより BTIF フィニッシュ A エネミーアタックメッセージノードを配置します。オンインタラクティドにもつなぎます。ターゲットピンをカスタムイベント EVI エネミーアタックにドロップします。名前を BT タスクにします。呼び出したカスタムイベント EVI エネミーアタックに BT タスクピンが追加されてるので、イベント BTIFA エネミーアタックノードの BT タスクピンにつなぎます。コンパイルして保存します。攻撃終了通知を受け取ります。BTTI エネミーアタックを開きます。インターフェースに BTIF フィニッシュ A エネミーアタックが追加されています。BTIF フィニッシュ A エネミーアタックよりイベントを実装します。イベント BTIF フィニッシュ A エネミーアタックノードが配置されます。最後にフィニッシュエクスキュートノードをサクセスにしてつなぎます。コンパイルして保存します。3の5、ビヘイビアツリーに攻撃タスクを追加。ビヘイビアツリーに BTTI エネミーアタックをムーブ2タスクの後に追加します。保存して閉じます。起動してみましょう。プレイヤーに近づいて攻撃してますね。AI エネミーから離れると追いかけてきてますね。追いついたら攻撃してますね。4、フォーカス設定。プレイヤーが許容範囲内にいる場合、エネミーはプレイヤーを見ていなくても攻撃を続けます。エネミーが攻撃するときは、常にプレイヤーを見るようにします。4の1、フォーカスタスクの作成。ビヘイビアツリーを開きます。上部メニューバーより、新規タスク、BT タスクブループリントベース、名前を BTT フォーカスにします。イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。オーナーコントローラーより、セットフォーカスノードを配置します。セットフォーカスノードは、アクターにフォーカスを設定します。変数を追加します。変数ターゲット、ブラックボードキーセレクター型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数アタックターゲットキー、ゲットノードを配置します。変数アタックターゲットキー、ゲットノードより、ゲットブラックボードバリューアズアクターノードを配置します。ニューフォーカスピンにつなぎます。フィニッシュエクスキュートノードをサクセスを有効にしてつなぎます。コンパイルして保存します。4の2、タスクとキーの紐付け。ビヘイビアツリーにて、攻撃する直前に BTT フォーカスタスクを追加します。詳細パネル、デフォルト、ターゲットのプルダウンより、ターゲットを選択します。保存して閉じます。4の3、キャラクターの回転設定。BT エネミーベースを開きます。コンポーネントパネルより、キャラクタームーブメントを選択します。詳細パネル、キャラクター移動、回転設定、ユーズコントローラーデザイアローテーションは、トゥルーの場合、コントローラーの回転に合わせて回転します。有効にします。オリエントローテーション2ムーブメントは、トゥルーの場合、移動方向に合わせて回転します。無効にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。エネミーがプレイヤーをフォーカスしていますね。5、クリアフォーカスタスクの作成。攻撃をした後、エネミーはプレイヤーをフォーカスしたままになってます。横移動していますね。エネミーが移動中の時は、フォーカスしないようにします。ビヘイビアツリーを開きます。上部メニューバーより、新規タスク、BT タスクブループリントベース、名前を BTT クリアフォーカスにします。
イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。オーナーコントローラーよりクリアフォーカスノードを配置します。フィニッシュエクスキュートノードをサクセスを有効にしてつなぎます。コンパイルして保存します。ビヘイビアツリーにて移動する直前で BTT クリアフォーカスタスクを追加します。移動する前にフォーカスをクリアにしてからターゲットに移動します。ターゲットに到達するとターゲットをフォーカスして攻撃します。メリハリをつけるために最後にウェイトタスクを追加します。ウェイトタイムを 2.0 にします。保存して閉じます。起動してみましょう。攻撃中はフォーカスしていますね。待機中も常にこちらを見ていますね。移動中はこちらを見ていませんね。設定ファイル。AI を使ってキャラクターを動かすと、なんだか愛着が湧いてきますね。エネミーがプレイヤーを攻撃する際に AI を使うメリットは、リアルな動作と反応。AI を使うことで、エネミーがより自然でリアルな動きをするようになります。多様な行動パターン。AI を活用することで、エネミーは多様な行動パターンを示すことが可能になります。これにより、プレイヤーは単調なプレイスタイルに飽きることなく楽しめます。難易度の調整。AI はプレイヤーのスキルレベルに応じて難易度を調整することができます。初心者にも上級者にも適したゲームバランスを提供できるため、広い層に対応したゲームデザインが可能です。バグの減少。人間が手動でプログラムするよりも、AI を使うことでバグが減少することが期待できます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。